皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい。まずね、ちょっと皆さんなんだっけ、前に私1時間ポッドキャストみたいなのアップしたんですよ。だからなんとなく思いついて、最近流行ってるから私もやってみようかなみたいな感じでアップして、自分のメンタルとかそのマインドセットとか自己肯定感についてお話ししたんですけど、想像以上に皆さんから優しいリアクションがありまして、コメントとか本当にありがとうございます。もう優しすぎてね、びっくりびっくりよ。なんかちょっとはるかさんわかりますとか、はるかさんも頑張れぐらいのコメント来たら嬉しいなぐらいに思ってたんだけど、なんかそれをはるかに超えるとても温かいコメントがたくさん来て、ありがとうございます。本当にネット社会も捨てたもんじゃねえなと思いましたよね。はい。あんまりね、メンタル面の話を私はあんまり、しすぎるのはあんまり好きじゃないので、たまにね、なんか思ったことがあればまた皆さんにシェアして気づきとか、皆さんもコメントしていただければいいなと思ってます。はい。頑張っていこうね。はい。あとですね、私がなんか前、ライブした時にパソコンの調子が悪すぎて、全然接続がうまくいかなくてっていう大変、もう、YouTuber 失格な大事件があったんですけれども、すいませんでした。はい。そこでね、ちょっとこの私の Mac がもう寿命が80歳ぐらいだという話をして、もうおばあちゃんで、なんか次のパソコンを探してるという話をしたんですけど、それについて結構皆さんなんか気になってくれた方多いらしくて、はるかさんパソコン何買うんですかみたいな。あ、結構気になるみたいな。あ、本当みたいな。パソコン大丈夫ですかとかね、結構みんな心配してくれて、ちょっと面白かったんだけど、優しいね。そう。で、ちょっと考えたっていう話。なんか、いや、わかんない。ちょっと私プロじゃないから、こういうなんか、なんていうの、ガジェット系詳しい方いたらちょっとアドバイスしてほしいんですけど、ぜひね。私はゲームもしたいし、あと、ライブ配信をもうちょっとみんな、積極的にやりたいと思ってるのね、日本に帰ったら。で、あと YouTube とかの編集、そしてレッスンとかあって、この4つがあるんですけど、で、しかも私移動すんのね。だから、なんていうの、ゲーミング PC 的なもの、この GPU がついてる、なんか動画編集とか、なんかグラフィックとかバチバチに綺麗に映る、ゲーミング PC 的なものを1個、デスクトップで買って、多分30万ぐらいするんだけど、1個買って、投資だよね、これは。で、そこで動画編集しつつ、あとライブ配信を安定的にやっていきたいの。そしてゲーム。そしてもう一個が、このまんまのこの80歳のラップトップとともにレッスンをしていくみたいなことをね、今ちょっと考えた。2台持ちラップトップとデスクトップ2台持ちでいこうかなと思ってます。投資だね、これは。高いね、パソコンって。しょうがないよね。そう。だから一応みんなにシェア。なんか結構心配してくれてたから、一応シェア。ゲーミング PC になると Windows になるよね。で、ラップトップは Mac になって、なんか若干ちょっと不便かなと思うんだけど、まだ使えるんで、このラップトップ。レッスン用というか。いや、ただ困ったことにね、私、ファイナルカットプロというソフトを使って動画編集してるんだけど、ファイナルカットプロって Mac しか対応してないんだね。知らなかったんだけど。Windows 対応してないんだね。ね。どうしようって。だから、デスクトップのパソコンで動画編集するには無理ってことね。Windows だから。だから結局動画編集はこっちになるから、あんま変わんないかもしれない。とりあえずね、でもライブ配信をしたいということを伝えたいの。ライブ配信を増やしていきたくて、で、このラップトップちゃんだったらちょっとライブ配信結構むずいので、負担がかかっちゃって。で、何をしたいかというと、なんか1週間に1回ライブ配信して、1週間日本でどんなニュースがあったのかみたいなのを、皆さんにシェアしてお話ししていくみたいなことをしたいなと思って。皆さんもね、日本でどんなニュースがなんか注目されてて、どんな話をしてるのかって気になるじゃないね。
と思ったんだけど、思うっていう。まだね、本当にちょっとできるか、いつできるかまだわからないんですけど、はい。そんな感じで考えておりますという報告でございます。はい。よろしくどうぞ。さてさて、本題に入ります。今日のトピックは、タバコ。タバコ。みんな、タバコを吸ってる人、タバコ大嫌いっていう人ね、いろんな意見があると思うんですけれども、なんでそう思ったか、なんでこの話をしようと思ったかというとですね、結構最近日本でタバコ事情が変わってきているんですけれども、それについて結構みんな知らなかったとか、そのタバコのルールとか、今の現状について、ちょっと知らなかったみたいなこととかをよく聞くので、ね、日本に旅行に行った時に、やっぱ重要じゃない？タバコ事情って。私フランスに来てすげえ重要だと思ったんだけど、なんで重要かと思ったかというと、タバコ吸う人は、その現地のタバコの、例えば値段とか、どこで吸えるのかとか、タバコマナー、ルールっていうのが存在するわけじゃん。で、知らずにマナー違反しちゃったらね、なんか、良くないじゃん。ね。で、一方でタバコが嫌いな人にとっては、なんか、匂いとか気にするじゃん。どこで誰がどうやって吸ってるんじゃみたいなこととかもあると思うので、ちょっとざっくり日本の今のタバコ事情をちょっと皆さんにシェアしたいなと、思います。で、結構ね、日本はタバコ大国だと言われることがあるんですけれども、合ってるっちゃ合ってるし、間違ってるっちゃ間違ってるっていう感じですね。日本のね、喫煙率はどれくらいかというとですね、19.2% です。だから 20% ぐらいの人がタバコを吸っているという状況ですね。で、圧倒的に男性の方が多いんですけれどもね。このランキング、世界ランキングみたいなの見つけたので皆さんにちょっとシェアしたいと思うんですけれども、WHO 世界保健機関が2025年今年に、調査した統計ですね。それで日本がだいたい 20% の喫煙率。で、日本はですね、世界ランキング86位なんですよ。私これ結構低いと思ったんですよね。もっとタバコ吸ってると思ってたんですけど、結構低くないですか？ 86 位ですね。はい。で、1位はですね、ナウル。はい。ナウル 48.3%。50% ぐらいの人が吸ってるっていうね。で、他にも2位ミャンマー、3位キリバス、4位パプアニューギニア、5位ブルガリアと、で、5位で同率でセルビア、39.5%、40% ぐらいの人が吸ってるっていうね、続いていくんですけれども。ですね、今私が住んでるフランスはですね、なんと15位、34.6%。めちゃめちゃ喫煙率高いんですよ。フランスって。これマジで。マジで。前フランスの人に日本ってめっちゃタバコ吸うよねって言われたんだけど、フランス人の方がよっぽどタバコ吸ってんだけどみたいな。15位だぜ。めちゃめちゃ高えぞ。フランスのタバコ率。フランスだとテラスでね、吸ってる人がほぼ 60% ぐらいの確率でテラスで人がタバコ吸ってますね。紙タバコが多いかな、結構。あと、ベイプ？煙がピューって出るやつも多いかなと。で、結構若い人も年上の人も男性も女性もやっぱタバコ率高いなと思いましたね。なんでかなと。なんでフランスのタバコ率が高いのは。あとはですね、結構いろんな国がランクインしておりまして、はい、スペインが36位とかね、28%。高いですよね。はい。で、中国、お近くの中国58位で 23.4%。はい。ベトナムとかも高いね。で、韓国が81位で 20%。日本よりちょっと高いぐらい。同じぐらいですね。で、日本86っていうね。はい。っていうのはですね、最近日本で喫煙率はものすごく下がっています。はい。はい。昔って言っても1960年代なんだけど、日本は喫煙率
特に男性の約 80%、8割がタバコを吸ってたんですって。1960年代。そんなに昔じゃないと思うんだけど、80% だよ。すごくない？めちゃめちゃ多かったんだね、昔って。うん。で、今はね、徐々に下がりまして、今はもう 20% を切ったという状況でございます。はい。そう。で、なんでこんなに減ったかというとですね、最近のね、コロナの影響とかもあって、その禁煙ブームが日本ではあって、あと健康志向っていうのがね、結構最近高まっておりまして、一気にタバコ事情が最近変わっているんです。はい。ただね、加熱式タバコというのが流行りまして、今流行っておりまして、一見ね、あれタバコ減ったって思うかもしれないんだけど、加熱式タバコの割合は増えてるっていう。うん。全体で 20% の人が吸ってるんだけど、その中の、紙タバコの人が 69%。はい。で、残りの、38%、38.5% が加熱式タバコ。これは男性ですね。うん、女性は 40% ぐらいの人が加熱式タバコ。だいたい約半分以下ぐらいの人たちが今、加熱式タバコというものを使っているという状況ですね。これ国によってね、利用禁止されてるらしいんですけど、アイコスとか、グローとか、プルームとかっていう名前の、なんだろう。火をつけないタバコですね。火をつけないからタールが出ないんですよ。火をつけることでタールが出るんですけど、加熱式タバコは、温めるみたいな。ね、温めるみたいな感じなんで、火は使わないんで、タールは出ない。うん、で、有害物質も、加熱式タバコの方が少ないです。紙タバコの方が有害物質の割合は多いと。ただですね、厄介なのがですね、受動喫煙。その煙の悪さは加熱式タバコの方が体に悪いらしくて、だから周りへの影響は悪いってことだよね、加熱式タバコの方が。同じぐらいらしいんですけど、大体。若干加熱式タバコの方が煙の有害性が高いという結果が出ているらしいです。はい。なんじゃいっていうね。って感じですよね。うん。臭さで言うと紙タバコの方が結構匂いは強烈なんですけど、意外にね、加熱式タバコの方が、他の人への健康被害が高いのではという調査が出ております。はい。日本では結構、そう。こんな感じですね。まだ紙タバコの方が多いけど、加熱式タバコもかなり多いという。うん。はい。ですね。そう。で、今はね、でも喫煙率は20%いかないぐらいに日本にはなってるんですけど、なぜこんなにも下がったかというとですね、さっき言ったんですけどね、コロナの影響っていうのがあって、その2020年の4月、コロナがやっぱ蔓延してパンデミックになった時期ですよね。に、受動喫煙防止法という法律が定められました。受動喫煙防止法ですね。はい。受動喫煙っていうのはですね、タバコを吸っていない人が、吸っている人のタバコを吸って、体に害が出るということです。タバコの煙ってすごく害があるんですよね。あれは受動喫煙って言うんですけれども、はい。それ良くないよねっていうことで、その受動喫煙防止法という法律が定められました。はい。なので、多くのレストランやカフェが全面禁煙になりました。以前はね、レストランとかカフェっていうのが、喫煙 OK、喫煙可だったりとか、あとは分煙隣の席は吸っていいけど、隣の席は吸っちゃいけないみたいな、そういう分け方だったんですよね。だから結構レストランはこの居酒屋煙いとか、煙の匂い結構すんなとか、このレストラン分煙で隣のすぐ近くすごいタバコみたいなね、ことがあったんですけど、で、そういうのを記憶に新しい人結構いると思うんですけど、だから日本はレストランやカフェでタバコを吸える国だという認識をね、
してる方がまだまだ多いようなんですよね。私の知り合いとか聞くと。ただ、もう変わりました。今、ほとんどの、多分 90% 以上の場所で、タバコは吸えません。はい。タバコを吸う場合は、外で吸います。うん。外って言っても、店の前にだいたい、なんていうの、灰皿が置いてあって、そこで、みんなちっちゃくなって、こうまとまってこうやって、スパスパスパって、スパスパスパって吸うっていう状況でございます。はい。だから、安心してねっていう、なんか店の中で吸えることはほぼないです。で、たまに店の中で吸えるお店があるんですけれども、それはすごくちっちゃいお店です。うん。なんか、この受動喫煙防止法のその全面禁煙っていうのが、定められている場所っていうのは、確か30スクエアメートル、30平方メートル以上のお店なんだね。だから逆に言うと30平方メートル以内のちっちゃい、例えばなんか居酒屋とかバーとかスナックとか、もうちっちゃいお店ってあるじゃん。ね。ああいうところだと、その条例が適用されないわけだよ。ちっちゃすぎて。そういうところは逆に喫煙 OK のところがあります。だからバーとかなんかスナックとかああいうちょっとお店はたまに喫煙 OK っていうお店ありますね。うん、そう。で、広いお店で喫煙タバコ吸えますよって看板に書いてあるお店があるんですよ。普通に広い居酒屋なのにタバコ OK みたいな。そこはやばいってことです。良くないお店ということです。はい。法律守ってないということですね。うん。はい。っていう。だからまあチェーン店とかマクドナルドとか例えばスタバとかああいう、ガストとかサイゼリアとか絶対に禁煙です。はい。うん、でまあ大体レストランの中に大きいレストランだったら中に喫煙ルームがあってめちゃめちゃもう囲われてますね。タバコを吸う人は。煙外に出さねえみたいな感じで、はい、めちゃめちゃ狭いところでみんなこうスパ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 って飼ってるっていうのは結構ね今ね日本は喫煙者の肩身が狭いとみんな言ってますね。うん。はい。で、あと歩きタバコ NG です。日本だと。歩きながらタバコ吸ってはいけません。旅行に来る方気をつけてくださいね。歩きながらタバコダメです。はい。で、そこら辺の道でタバコを立ち止まって吸うのもダメです。はい。決まった場所でタバコを吸いなさいっていうのが今の受動喫煙防止法にも定められてるんですけれども、決まった場所で吸ってくださいっていうのが今の日本の現状です。はい。結構ね、ヨーロッパ旅行とか欧米とかいろんな国にやってる旅行したんですけど、歩きタバコめちゃめちゃ多いのね。うん。で、日本は昔は歩きタバコしてたんですけど、今は本当にやめた方がいい、歩きタバコするの。うん。めちゃめちゃ嫌な顔されます。はい。で、なんか、他の国、例えばヨーロッパとかフランスで歩きタバコしてる人すごく多いんですけど、それはそれで違う国だから別にいいのよね。うん。私が決めることじゃないから。うん。なんだけど、日本に来て、日本の観光客とか日本に一時的に来て歩きタバコをすると嫌な目で見られちゃうから気をつけてねということ。ちょっと吸った人が傷つく可能性があるのでマジで厳しいんで日本でっていう、はい、お気をつけてねというアドバイスじゃないけど気をつけてねっていう、うん、そうだから駅の前に喫煙ルームがあったりとか喫煙スペースがあるんですよね。タバコのマークが書いてあったりするんで必ずそこで吸うようにお願いいたします。はい。それか家で吸う、自分家で吸うみたいな、うん、でもねアパートでもタバコの煙が臭すぎてなんていうのアパートの大家さんと喧嘩になることもあるんで家の中でタバコ吸う場合は換気扇の下とかで吸った方がいいかもね。ベランダでも近所迷惑になって、トラブルになる可能性があるので、マジで気をつけてっていう、本当にね、喫煙者肩身狭いと思うのよ、今、この日本のご時世。意外にも。うん。気をつけてくださいね。駅のね、デパートとか、そういうところに必ず、
喫煙室あるんで、そこで吸ってください。はい。お気をつけて。ですが、こんなに厳しくなってるにもかかわらず、値段は安いです。おいっつって、買いやすいんかいみたいなね。うん。だいたい600円ぐらいですね。20本入れで600円ぐらいで。で、逆にフランスとね、タバコの喫煙率が高いフランスは逆に高いですね。20本でだいたい10ユーロ、11ユーロらしいです。調べたところ。うん。で、パッケージもさ、なんか、おめえ死ぬぞみたいなパッケージじゃん。なんか病気になって、お前は死ぬぞみたいな、もう、気をつけてみたいな警告文とか書いてあるじゃん。ね。海外のタバコのパッケージってすごい残酷じゃない？ね。日本は逆にめちゃめちゃ綺麗です。もうデザインがかっこいいんです。スタイリッシュみたいな。うん。で、なんか警告文もすごいちっちゃいですね。なんか、タバコは20歳以上ですよ、みたいな。で、健康被害があるので気をつけてください、みたいな。ペーみたいな。ちょっとだけ書いてある、みたいな。うん。そこは緩いですね、日本はまだまだ。で、なんでかというとですね、なんで日本だけタバコのパッケージこんな綺麗なんだろうってね。韓国もそうだったかな。韓国のタバコ見た時に結構綺麗だった気がする。今は知らんけど。そう、まあ、日本のパッケージがなんで綺麗かというとですね、昔から日本はタバコのパッケージに結構気合を入れていたらしくて、そのマーケティング戦略でね。で、すごくなんかこう、タバコのパッケージというものを大切にしていたらしくて、その文化がまだまだ終わってないというか、はい。多分ね、個人的に言うと、その日本のタバコ産業で JT っていう会社、日本タバコ産業株式会社かな。うん。が、ほぼ市場を陣取ってるんですね。この JT と会社がめちゃめちゃでかいんですよ。日本のタバコ事業の中で。多分、この JT が多分パッケージにすごく、気合を入れてるので、っていうことだと思う。うん。権力とまでは言わないけど、JT の力すげえからだと思うんだよね。個人的に言うと。知らんけどね。はい。で、日本でまた面白いところが一つあってですね、タバコの自動販売機が存在しています。で、タバコの自動販売機がある国ない国あるんですけれども、日本は結構あります。はい。まあ、これに関してはね、賛否両論ありますよね。未成年が買いやすいじゃないかと。ね。危ねえぞと。うん。いや、確かにと。で、今までは未成年が買えないようにタスポっていう特別なカードがあったんですよ。タスポ。で、タスポは、まあ、成人後にもらえるタバコを買う人のためのカードです。うん、で、そのカードを持ってないと買えないっていう。自動販売機でね。だったんですけど、このタスポが今廃止されたらしくて、今は、免許証とかマイナンバーカード、まあ、日本の ID をスキャンして、その自動販売機に。で、あなたは20歳以上ですよね。っていうことで買えるみたいな、らしいですね。うん。まあ、日本にはね、アルコールの自動販売機もあるので、はい。まあ、だとしてもね、結構あるのが、なんか親がなんか買ってきて、みたいな。この免許証、そのカードを子供にやって、買ってきて、みたいな感じでやって、子供が買いに行くみたいな事例結構あるんで、いや、これはちょっとなーって思いますけれども。はい。だから日本はタバコに優しいのか厳しいのか、どっちやねんというね、うん、状況でございます。はい。まあ日本のタバコが安いということでね、空港の免税店で大量にタバコ買って帰る人いっぱいいるよね。絶対いるよねっていう。タバコのなんかなんか1ダース、12個入りとかでこうやって持って帰る人いるよね。あるあるだと思うんだけど。はい。っていうことですね。まあ、個人的にね、やっぱタバコ関係ないよっていう人にとっては、このタバコはマジで絶滅してほしいと思ってると思うんだよね。100害あって一理なしっていうのがタバコのよく言われることなんですよ。100個の害はあるけど、1個のいいこともないよという。100害あって一理なし。うん。
高いし、中毒性あるし、体に悪いし、煙でその受動喫煙で周りにも迷惑をかけると、って思うんですけれどもね。わかりますよ、その気持ちは。皆さんはどう思いますでしょうかね。喫煙者いると思うんだよな、タバコ。はい。まあ私の意見は、タバコを吸うならご自由にですけれども、周りに迷惑をかけなければいいんじゃねっていうタイプです。はい。以上。だから別にタバコ否定的ではないですね、私。ただなんか歩きタバコして周りにちょっと迷惑かけたり、あとポイ捨てね。ポイ捨ても絶対嫌ですね。ポイ捨てすること。で、歩きタバコって、自分は気をつけてるように吸ってるかもしれないですけど、後ろの人に結構煙がいったりとか、で、ちっちゃい子に煙の火がこう当たっちゃったり、こう手を下ろした時にね。で、ワンちゃんとかもいたりするんで、個人的にちょっと歩きタバコはちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思いますけれどもね。決められた場所で吸うなら私はいいんじゃねえと思うんですけど、まあ嗜好品ですよね。タバコとかお酒とか、まあいろいろありますけれども、まあタバコよりお酒の方がいいよとか、お酒だったらそんなに健康悪くないよってね、お酒好きな人は思うかもしれないんですけど、もう私はどっちもどっちかなみたいな思いますね。やっぱアルコール中毒での事件っていうのが一番多いんでね。はい、この世の中。アルコールでの DV とか、例えば、事故とか、車の事故とかっていうのが圧倒的に多いらしいですね。他のドラッグとか、そういうタバコとかよりも圧倒的に、事件性が多いのはアルコールなんですよね。そう。まあ、ちょっと話それましたけれども。だから、個人の自由という、あくまでも、何もかも。ただ周りに迷惑をかけなければいいんじゃねえっていうのが私の意見ですね。はい。まあ、ただね、日本は、そう、今はかなりね、その2000年から状況が変わっているので、旅行に来た喫煙者の皆様、要注意ということです。はい。以上。役に立てたかな？知らなかったっていう人もいるかもしれませんね。はい。あとフランスの喫煙率がどうしてこんなに高いのかっていうのも誰か教えていただけたら嬉しいなと思います。はい。ということで今日は、日本のタバコ事情についてでした。はい、今日話したらしいまたトランスクリプト作りますので私のウェブサイトをチェックしてみてください。あとインスタグラム YouTube こちらのフォローもお願いいたします。そしてサニーサイドジャパニーズこちらのメンバーも募集しておりますのでぜひチェックしてみてくださいね。サニーサイドジャパニーズはグループ会話クラスコミュニティって感じですね。はい。あとインスタグラム YouTube もう言ったわこれ言った頭おかしくなっちゃった。いっぱい喋ってるとさ頭がおかしくなっちゃうんだよね。なんか変なこと言ってたら言ってね、先生変なこと言ってるよって。たまに自分が何喋ってんのかよく分かんなくなってさ、なんか言っちゃいけないこととか言っちゃってたらやばいかなって。なんだろう言っちゃいけないことって自分で言ってもよく分かんない。違くてなんだそうサニーサイドジャパニーズのポッドキャストございます。はい。あとゆうゆ先生とやってるゲームチャンネルもあります。春とゆうゆのゲームで日本語で検索。あとペイトリオンこちらのメンバーも募集しております。はい。ボーナスコンテンツを受け取りたい方はぜひ私のペイトリオンに参加してみてくださいね。はい。以上。なんでこんなに私はちょっと疲れてて頭おかしくなっちゃったかというとライブしてたんですよね。ライブっていうかそうしていっぱい喋っていろいろ喋った後のこの YouTube 撮影をしてるんでポッドキャスト撮影ちょっと疲れてるっていうはい。まあタバコの話ね今日したんだけど、
まあ本当ねいろんな意見あると思うんですよねタバコってねマジで、まあ、個人の自由です私は、個人の自由、ただ迷惑をかけない、ただそれだけだと思いまするはい、ということで今日はここまで。それではまた次回、さよなら。